日本の建築美、障子、光と共に暮らす文化。日本の家に足を踏み入れた時、多くの外国人がまず驚くのはこの白く静かな建具です。壁のようで壁ではない。窓のようで窓でもない。近づいてみると、それは驚くほど薄い紙一枚。こんなに薄くて寒くないの？すぐ破れてしまうのでは？そう不安になるのも無理はありません。けれど日本人は、この弱さを欠点ではなく、自然と共に暮らすための知恵として受け入れてきました。光を和らげ、空気を整え、季節と人の気配を伝える。それが障子。今日は日本人が1000年以上かけて育んできた柔らかさを大切にする建築美を、海外との比較も交えながらゆっくり見ていきましょう。第一章、障子とは何か。薄さに宿る知恵。障子は木で組まれた細かな格子に和紙を貼って作られた建具です。その厚みは本当に紙一枚ほど。海外の分厚な壁や二重ガラスの窓に慣れた人ほど、これは仮の仕切りなのではと感じるかもしれません。しかしこの薄さこそが日本の気候に最も適した構造でした。和紙は湿気水。乾燥すればそれを放出し、空気をゆっくり通します。完全に遮断するのではなく、外の熱や冷気を一旦受け止めて和らげる。紙一枚で温度を制御するのではなく、調整するという発想です。海外建築が強く閉じて守る文化だとすれば、日本の障子は優しく受け入れて整える文化。そして障子は破れます。子供が指で触れれば破れ、日々の暮らしの中で少しずつ傷んでいく。けれど日本ではそれを失敗や劣化とは考えませんでした。年の瀬には家族で集まり、障子を張り替える。古い紙を剥がし、新しい和紙を貼り、新しい光を迎える。障子は壊れないことを目指した建具ではなく、手を入れ続けることで完成する建築だったのです。第2章、ガラス文化との違い。海外の建築、特にヨーロッパやアメリカでは、窓イコールガラスが当たり前です。ガラスは外と内をはっきり分け、景色をくっきり見せ、寒さや音を遮断する。つまり境界を明確にする建築。一方、日本の障子は全く逆です。外と内の境界をあえて曖昧にする。景色を見せるのではなく、気配として感じさせる。外国人が日本の家で、なぜ外が見えないのにこんなに落ち着くんだと不思議がるのは、ここに理由があります。日本人ははっきり見える安心ではなく、感じ取れる安心を選んできたのです。第3章、光をデザインする建築。障子の最大な役割は光をデザインすることです。朝の光は柔らかく白く、昼の光は静かに広がり、夕方はほんのりと橙色に染まる。同じ部屋でも時間によって全く違う表情を見せます。海外の建築では照明で空間を演出することが一般的ですが、日本の障子は自然光そのものを演出します。だからこそ電気がなかった時代でも日本の家は暗いのではなく、家が美しい空間だったのです。第4章、四季と共に生きる装置。日本は四季のある国です。夏は湿気が多く、冬は乾燥し、春と秋は短く移ろう。障子はそんな気候に合わせて進化しました。和紙は湿気を吸い、乾燥すると放出する。つまり呼吸する素材。完全密閉のガラスや壁ではエアコンが必要になりますが、障子のある家は自然と空気が循環します。海外の人が日本の古い家は
なぜこんなに空気が軽いのと感じるのは、障子が目に見えないところで働いているからです。第5章、音と気配の文化。障子は音を完全には遮りません。外を歩く人の足音、庭を揺らす風の音、家族の気配、すべてが少しだけ和らいで伝わる。海外の建築では音を遮断することが快適さですが、日本では音を消しすぎないことが安心につながりました。誰かがいる。外とつながっている。孤立していない。障子は静けさの中に人の温度を残す建築なのです。第6章、障子と日本人の心。なぜ日本人はこれほどまでに障子を愛してきたのでしょうか。それは日本人の美意識が完成ではなく余白にあるからです。真っ白な障子は何も書かれていないようで、光と影が常に絵を描いています。完璧に決めつけない。あえて開けておく。それがわび、サビにも通じる日本独自の美の感覚です。第7章、現代建築に生きる障子。障子は決して過去の遺物ではありません。現代の住宅や海外の建築家の作品にも障子スタイルデザインは取り入れられています。ガラスの内側に和紙を重ねる。光を拡散するパネルとして使う。理由は一つ。人は柔らかな光に癒されるからです。効率と合理性を突き詰めた現代だからこそ、障子の思想が世界で見直されているのです。さて、和の建築美シリーズ第2弾障子いかがでしたか。障子は外の光を柔らかく受け止め、部屋の中に時間の移ろいを映してきました。朝の白い光、夕暮れの金色、そして夜の静けさ。障子越しの光は部屋を照らすだけでなく、人の心まで整えてくれる存在だったのかもしれません。もし白い障子越しに差し込む光を見かけたら、ぜひ立ち止まってみてください。そこには言葉にしなくても伝わる日本の静かな美意識が息づいています。そしてその光が落ちる先には、人が座り、歩き、暮らしを重ねてきた場所があります。次に見つめるのは、その光と共に生きてきた床。次回は畳というもう一つの日本の建築美です。ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かったら、チャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ増やしてまいりますので、楽しんでいってください。ではではまたね。